皆さんこんにちは、ピノミです。本日は乾パンについてお話をしていこうと思うのですが、なぜ乾パンが他のシミと違って厄介なのか、また実際に私自身にできた乾パンをですね、どうやって対処していったかっていうお話について今回は紹介していきたいと思います。今現在ですね、乾パンが顔にできてしまったっていう方であったり、これから乾パンについてもですね、予防していきたいっていう方がいらっしゃいましたら、今回の動画参考にしていただけたらなと思っています。こちらのチャンネルではお肌や歯に関することについて私の実体験を交えながら発信しているチャンネルになります。もしこちらの動画参考になりましたら、高評価とチャンネル登録の方よろしくお願いします。先日顔にあるシミが数箇所ちょっと目立つようになってきてしまって、取りに行こうかなと思ってクリニックの方を受診したんです。特にこの左頬の上、目の下ですね、ここにあるシミっていうのが広がっていて濃さがあって結構目立つようになってしまったので、こちらができた経緯っていうのを先生に説明をしたところ、先生からはこのシミは乾パンの可能性が非常に高いですという説明を受けてしまいました。乾パンです。そのここのシミができた経緯っていうのを説明しますと、事の発端は約半年以上も前になる話で、その時にピコレーザーで顔全体のシミ取り放題っていうのをしたんですね。その当時は照射する前は点々っていう感じで薄いシミが2個あるくらいだったので、もちろんシミ取り放題ということでそちらも照射をした感じになりました。それで施術が終わって1週間経っても他で当てたところはかさぶたになって、そのかさぶたがポロッと取れて綺麗になるような感じだったんですけど、以前ここのシミだけは前より濃いまま、そして広がってしまったままになってしまって治る気配がなかったんです。で、先生からも一応ダウンタイムとして最長で3ヶ月くらいは濃いままになる場合があるっていう説明を受けていたので、様子を見ることにしたんですけど、その後3ヶ月経っても色も濃いままで、良くなる気配っていうのがない感じだったんですよ。それできっとここのシミは良くならなかったんだなっていう気持ちで、紫外線の強い夏が終わるのを待って、他のシミとともにここも消してみようかなっていうことでクリニックに行ったところ、乾パンで診断を受けたっていう経緯がありました。その場でレーザーでのシミ取りはしない方がいいという診断を受けてしまって、理由っていうのがここの問題の乾パンの可能性がある箇所以外にも、今回そのレーザーを当ててしまうことによって乾パンが浮き出てしまう可能性があるよという説明からの、その診断だったんですね。なのでその日はレーザーでのシミ取りっていうのは断念しました。これがまさに乾パンが厄介と言われる理由で、一般的なシミっていうのは、レーザーで取ることができるんですけど、乾パンっていうのは他のシミと違ってメラニン生成をしやすい状態にあるために、高出力のレーザーによって悪化してしまう可能性っていうのがあるんです。なので、もしシミ取りを検討してらっしゃる方がいらっしゃいましたら、まずはしっかりご自身のシミが乾パンではないかっていう見極めをして、または乾パンになるリスクっていうのが潜んでないかっていうのをちゃんと見極めてくれる先生に相談された方がいいと思います。そして難しいところが、一般的なシミの下にも乾パンですねが潜んでる可能性っていうのが十分にあって、知らずにその部分をレーザー照射してしまうっていうのがやっぱ結構怖いんですよね。まさに私も同じパターンで、眠ってしまってる乾パン、モンスターのようなものを目覚めさせたような感じでした。
今回私の場合はこの左頬の上に肝斑があるって言われたわけなんですけど、肝斑って一応左右対称にできると言われてるんですね。ということはですよ、この左にできたってことは右のここにも潜んでる可能性があるっていうことですよね。そして肝斑はたった1回の治療できれいさっぱり治るっていうものでもないっていうのがまた厄介者と言われる理由の一つではないかと思っています。私も、その当時というか先日ですの時点で、ダーマペンとかの治療も集中的に行いたいって思っていたところだったので、その時は肝斑の治療を集中的に行うよりも、ちょっと優先したいものがあったので、この肝斑に関しては内服薬で様子を見ることにしました。日頃からビタミン C のサプリは摂取をしていたので、そのビタミン C の他にトラネキサム酸を処方してもらって、そちらを飲んでとりあえず様子を見ることにしました。トラネキサム酸は内服薬、飲み薬で効果が現れるのも遅くって効き目もあまり強くはないと言われているので、正直あまり効果に関しては期待はしていなかったんですね。というのも過去に4ヶ月ほどトラネキサム酸を服用していたことがあって、その時は特に効果を感じていませんでした。それが今回トラネキサム酸を1ヶ月服用したところ、一応この肝斑だった部分が濃さがだいぶなくなって薄くなって、自分の感覚ではコンシーラーでべったり隠さなければならないっていう状態ではなくなったぐらい、一応効果を感じることができています。以前トラネキサム酸を服用していた時には、一応肝斑っていうものはまだなかったため、他のシミにはトラネキサム酸効かないなくらいには思っていたんですけど、今思えばそのシミの奥に隠れている肝斑っていうのを抑制してくれていたんだなって今思えば改めて感じているところです。トラネキサム酸の服用前と後を比較してみますね。左が肝斑と診断された時点の写真で、右がトラネキサム酸服用1ヶ月後なのですが、広範囲に広がっていた茶色い部分がなくなって部分的になっているのは分かりますよね。まだ残っている部分がもともとシミ取りレーザーで照射する前にあったシミだと思います。肝斑と思われるぼんやりとした色素沈着はだいぶ消えて、今までコンシーラーで隠さなければ目立っていたのですが、服用後はコンシーラーで隠す必要がなくなるくらいまでになりました。ということで現代界としては前回シミ取り放題の時に反応してくれなかったシミっていうのが何箇所かあって、残っている状態なんですけど、仮にここでまたレーザーをしてしまうと肝斑が反応してしまうっていう可能性が結構あってですね、そのレーザー照射っていうのは保留にしている状態になります。もし治療を再開するとなれば、今この潜在的に眠っている肝斑の治療っていうのも、同時にしていかなきゃいけないために結構時間がかかるんですよね。なのでちょっと今やろうかやらないか、シミの治療に関しては、渋っているっていうのが現状になります。肝斑治療で今気になっている施術っていうのがあって、リバースピールっていうんですけど、マッサージピールとかベルベットスキンですねと同じワイコ社というところから出している薬剤で、3種類のピーリング剤を使用してですね、それぞれ表皮から真皮層まで蓄積しているメラニン色素を除去してあげるっていうこの治療法みたいなんですけど、結構肝斑治療の中ではゲームチェンジャーというか、本当画期的な治療になると言われているみたいなんです。なのでもしこの治療を受けたことがあるよっていう方であったり、詳しい方いらっしゃいましたら、ちょっとコメントをいただけたら嬉しいなと思っています。はい、いかがだったでしょうか。本日は私が肝斑ができた時の話ですねと、あといかに肝斑が厄介なのかっていう話をしてきました。この動画が少しでも参考になりましたら、高評価ボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いします。それではまた皆さんお会いしましょう。またねー。